僕もこれやみたいな、これで迷ってるっていうのはあるかもしれんし、きっかけだけ作ってあとは引っ張って切るぐらいのイメージ。エコケーブルやる機会あれば覚えておいてもらえたらなと。ほう、ニッパなし。なしです。さすが。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は電気工事の基礎となる電線の皮むきで、今映ってるちょっと深夜がね、最近電気工事始めてちょっと苦手やんな。まだ苦手ですね。だから、新人さんとベテランの2期でどう違うかっていうのをやってみよう。どう違うかって言ったらあれやねんけど、今見てる新人さんは僕もこれやみたいな、これで迷ってるっていうのはあるかもしれんし、でその深夜が向いたのを見た上でマスター2期がこうした方がいいんじゃないかなとかレクチャーしてる感じで。そしたらこれ CVV の125の、シールド線、別にシールド線じゃなくてもいいねんけど、たまたまシールドが在庫であったから、シチュエーションとしては 1m 弱ぐらい盤決線するのに長く皮むくと思うねんけど、それでやってみようか。いつもどうやって向いてるか。カッターは特大と 1m ぐらいで、あ、1メートまあいいわ、60センチでもいいし、半分とかでもできますよね、長いから。カッターって怖いね。まず初めの切れ目を入れてるな。そうです。短くして、怖いです。ナイフしかないときは絶対こうなりますもんね。新人さんやったらこれぐらい時間がかかるんでしょうね。これを待ってあげるのも先輩の優しさなんでしょうか。いつも毒は切れてしまいます。ちょっと入ってんの？入っていなかったでしょう。その割ったとこと違うとこが下げると割れていかないですもん。そうそうそう。入れてるけどみたいな。ほんまや、全然違うとこ割れてる。ただちぎってるだけみたいなね。いい悪い見本になったな。あるあるですけどね。ちゃうとこ下げるもんって。俺もやってまうことあるけど。ええやん。はまったと向けるのね。はい、オッケー。その辺はいいわ。外装被覆だけやから。はい、ってことで今2分弱ぐらいかかったんかな。めっちゃ無言でしたけど。オッケー。ほんなら、まさに先輩、ベテランとして、今のに対するアドバイスとか、同じように時間かかっちゃう人っていてると思うんで、どうしたらいいかな。まず僕は道具としては電工ナイフを使いますね。やっぱりカッターやと切れすぎて怖いっていうのもあるんで、割れてね飛んでいったりもするんで、切れにくいけど電工ナイフっていう、僕は電工ナイフ推しの同じ長さであんまり折れへんかな。もうきっかけだけ作る感じで、一番嫌なのは刃がその新鮮までこう当たるのが嫌なんで、僕はきっかけだけ作って、あとは引っ張って切るぐらいのイメージでいいと思います。ガイドみたいなもんね。絶対もう刃がそれ以上いってないってことなんで、僕こっちです向こう、こうやってたけど、やっぱこう滑ったらこっちに来るんで、刃が外に行くんです。で刃を、これコツなんですけど、こう縦に入れるんじゃなくて、こう水平に入れていくイメージで、刃先だけを、ちょっとこれ細いの難しいんですけど、こうやって入れてあげて、横から。そうです。
こうやってで刃を動かすんですけど電線を動かしてあげる。こうやってビュッビュッとこうすると刃がもう新鮮には当たんないですよね。はいこうまっすぐ入ってるんでこう入れてあげてずらしていくと。これがなんやかんや一番安全な向き方やな。いい状態でいかないですね。一回抜いたらあかんですね。太めの線やったらやりやすいねんけどな。この細い線はこのやり方ちょっ調子よかったですかね。と難しいかな。一回ツボに入るとずーっといくんでピントを入れないから余計ですね。後半が難しいですね。これはまあこれぐらい10センチぐらいだとあと最後に引っ張ったらいけるんですけど、でニッパーでこう掴んでいく。そっちから行くんだね。でこう切ってあげる感じでこう割ってで最後これが抜けるんで全部いかなくてもまあ150ぐらいでいいかな。そのまままっすぐ引っ張ったらシュッと抜けるんで最後までいかなくてもいいかなという感じで。まあこれやったら傷も入らへんし、はい安全な。確かにこういうイメージですね。こう入れていくイメージ。こう OK 縦じゃない。今マッサニキがやってくれたのはこう横に入れて電線に傷をつけないという、まあ一番いいやり方なんかなと思います。でもまあいろんなやり方があるんで僕のやり方も一応参考になるかわかんないんですけど、ちなみにさっきの深夜に教えたのは僕なんですよ。ちょっと危なっかしいと思われるかもしれないんですけど、例えばまあ盤決線するとでこれぐらい向かなあかんとで深夜はここでやっててんけど、あれはあれでいいねんけど、まあここに抜きを入れますね。でこれ今僕適当に入れましたけど、さっき深夜が折ってたのは多分こうちょろちょろっと入れていけっていうのを誰かに教わったんかな、こう皮を裂きながらギリギリのとこまで、曲げることで避けてきますよね。いい加減作ってピューッと。それもありやと思う。ありやと思うんですけど、まあマッサニキがやってたように最後避けるからっていうのがあるから、まあ僕もそこそこしか入れてないです。でもそれは選手とかによってよるかな。で僕のやり方なんですけど、こう縦に入れたら確かに電線に傷がついて危ないです。スピードをちょっと僕求めたいんで、これぐらい出して、このねちょっと大げさに今回は出しましょうか。刃を僕をいつもこうやって持つんですよね。でこれがここに当たるからそれ以上刃が入らない。で状況にもよるんですけど、できたらこの平らな地べたとかに置けた地べたが最高です。で左手で持ってこれをこう引っ張っていったら速い歯ブラみたいな感じで使えます。で最後どこやったかな、こうか。でまあこれをもう一回ニッパー入れカッター入れてもいいし、まあ綺麗に切れるんやったらニッパーで最後黒テープ巻いたらいいかなっていうことで、まあ深夜の方はあれやな、新人のやり方で、まあマッサニキのやり方で僕のやり方、まあ他にも多分ねこううまいことこうやっていく人もおるし、違うやり方で自分の方に向けるのかこっちに向けるのかっていうパターンもあるし、まあよかったら参考にしてください。そしたら次、3号三振のそれエコケーブルって言うねんけど、深夜触ったことあるかな、ないか。あんまない。でも公共工事とか大型とかやったら多いのかな。病院とか大手がやっぱり多いですね。で触ることがあんねんけど、ちょっと深夜硬いと思うね。硬い。ちょっと抜いてみようか。それを6、7割ぐらいの長さ。2期方式でもいいし、いつもの方式でもいいし、まあ電線によってないろんな抜き方があると思うから、これぐらいでいいか。お、抜きバージョン。で刃先をちょっと入れてあげてまっすぐ持っていく感じでクロスさせるイメージ。そのカッターナイフがあかんな。でかいですねそれ。でかいし、ロックも壊れてるし、これ端めが難しいですね。ある程度入ったらそのまま電線だけずらしていくイメージで。電線をそう歯で動かすと絶対手首返って逃げるんで、歯はロックで電線を下げていくイメージ。ええんちゃう？線も傷つけへんし自分も怪我せえへんからいいかなと僕は思いますけどね。時間はちょっとあれですけど。
硬いね。エコやからな。硬い分逃げた時やっぱ怖いですよね。うんカッターとか。一回ずれたら戻すのがちょっと難しいんですよ。それぐらい抜けないですかね。あ、こそうか。はい。こっち頭から引っ張ったらどっかわからんくならへんですか。ああ、そうで引っ張りすぎて確かにオーバーしてしまう時がある。勢いよくいったら飛び越すもんな、ん。はあ、いい最初。ある程度は多分指で取れると思う。力加減ですね、そこは。はあ、最初緩かったか。練習が必要ですね。ちょっと緩かったみたいです。まあまあ、緩いってことは電線に傷が入ってないってことなので、僕はいいことやと思うんですけどね。もう何もさらぬピュッて抜けるってことは結構入りすぎてると思うんで、最後はちょっとちぎるぐらいの感覚で。そうですね。で、まっすぐ、あ、そう硬いかもですね、エコやから。硬かったか。思いっきりこっち引っ張ったらいけんじゃん。無理か。ちぎれる。あ、ちぎれたか。ここのちょっとは抜けた。口だけ持ってたら、ここうかここでグッて握ったらこっちが閉まるんで、口だけはい。あ、そういうここう握ってあげてこう抜くイメージで。さすが中学卒業後20年ちゃうな。と。いや、若干ここ入れ直したとこぐらいですね、多分ね。ちょっと気づいてもだ。いや、ちょっと白がああ抜けちゃった。まあ中に行ってなかったらな、うん、中には行ってない。 CV の場合このね紙が入ってるんで、うん多少はね思いっきり感限りは大丈夫ですけど。まあでもこれ見せられたらこの人大丈夫かなとはななるな、るまあ、気をつけなあかんね。はい。はい、じゃあマッサニキバージョン。先ほどと同様に、はい手つきから違うもんね。こっち入れたとおおいいね。よいしょ。まあちょっとこれ短いからこっちからいきますけど、はい硬いねやっぱりこう。これ今入れすぎたのかな、切れたね。バッチリですね、はい。まあ、ここで紙がめくった時に切れてなかったら、うんうん刃が入ってないよってことなんです。そうやね入れすぎたらこれがもう取れますもんね。はい、これが残ってるんで大丈夫です。はい、はい。じゃあエコの吉田出ましょうか。はい。エコ電線をよく触ってます。ちょっとところになるかもしれんけど、3号できるかな。まあこう切れ目を入れてもらって、無理かこの長さ。パワーが必要ですね。125やったらこれをパチコーンといけるんですよ。ってことで無理でした。無理か。気合で。あいける。いや、こっちが抜きましたね。あかんね、やっぱり。こんだけ長いとやっぱりしんどいかも。ね、真夏の外やったらいけるかもしれないですね。これは格好悪く僕失敗したんですけど、例えば機器の血線で10センチぐらいでいいよってなったら、そうですね、もう割らんでいいですね。そういつものようにこう筋を入れなくても、ここさえ割ってしまったらこうやっていけるんで、まあこれはこれでエコケーブルやる機会あれば覚えておいてもらえたらなと。ただねじりがあるんで、そのねじりに合わせてひねりぐらいだったら抜けるんじゃないですか。抜けやすいんかな。さっきのもじゃあひねり。ちょっと長すぎるかな。そうですね。まあこんなんもあるんで覚えておいてください。次は CVT の60スケを、まあこれは盤結線で長く抜くこともないと思うんで、端子
揚げる想定で見てみましょうか。まあ大体でいいから。回す方が深夜逆ちゃう？こうか。いや、そっちのも俺いつも反対やの。みんなどっちやろ？こう回す？手前か奥か。どっちもあ、どっちもか。現場やと電線はこう回ってくれないんで、どっかで止まってると思うんですよ。止まってる。そうそう。で刃をまあそれはこののひじり2機はひじり2機は、うんまずカッター使わない。型使わない。電工ナイフ。ハサミとか向きチョッパーばっあかりですね。あ。カッター台に変えようか。台の方が扱いやすいんちゃうかな。特大にこだわってる理由は。刃がしっかりしてる。ああ。やったら電なかなかでも電気屋でそのでかいの使ってる人見ないですね。俺も昔使っててんけどな。歯なくなった時にもらわれへんから。ああ、確かに。特大はないわ。みんな台やったら持ってんねん。うん。そっから俺台に変えたな。もらう気満々であれやけど。これはハンマーが飛んできますね。全然消えてへん。まあでも皆さんこれ通る道ですもんね。この白い方が硬いですかね、うん特に。ちょっと気づいた。多分ニッパーでこじった時にあーここが気づいてしまいました。まあまあまあ気をつけましょう。はい。さあ CVT といえばまさに巷で言われている CVT も僕電工ナイフでほういきます。はい。まあ、外は一緒ですね。外は CVT の場合20なんであんまり深さも気にせんでいいと思います。でこうやってあげて、このナイフでこうやって入れてあげたら抜けるんで、早い。ニッパーなくても。伊達に20年やっておりません。その白い方も硬いんで、あんまりさっきみたいに気ぃつかなくてもいいのかなと思います。で、こっちもこっちからいくんですね。あ縦に。うん。CVT の場合は硬いんで、横というよりも縦であ、縦。入れます。縦でいって、でナイフ入れてあげたら。いけるんで。おー、ニッパなし。なしです。さすが。そしたら今日は特別ゲストが実はいます。先生。シザーマンがハサミの使い手がいてるんで、 CVT といえば師匠お願いします。やめてください。今日はCVT のスペシャルマンを呼んでおります。いや違います。年間のね、向く本数が全然僕と違うんでね、もう。CVT でもよう触ってるよな。そうですね。CVT の方が多いですね。ひじりさんです。毎月4、5本は向いてんじゃん。そんなに向いてないです。でも電力メーター取り付けるときとか38とか22とかはよう向いてたっす。そしたら、い今回はどんな感じで？じゃあ僕がまあちょうど深夜さんと増田2期の間ぐらいですね。経験電気屋になって5年ぐらいほうほうほう。で、まあ普段はいつも僕ハサミでへー。剥くんですけど、使ったハサミなんですよ。これアルスのちょっと刃が長いハサミが PF カンとか FX とかも切るとき便利なんで、これいつも使ってます。でこれで被覆剥くんですけど、まあ端子の長さ見てはいはい。そこに刃入れる。歯入れる。で手首をぐるっと半周したらハサミって180度おお。いってくれる。ちょうど一緒になるってこと？そうですね。180度いったら両
両方の刃が当たるんであー360度になるんで、 180×2 ってこと。はい。で頭に1本当ててもう1本ここの向き始めに入れます。うんうんでそこからピッてうん。ほう。ハサミを挟んだら1本目が向けてくれます。はいはい。でこれと同じように根元でぐるっと、ほう。でここでもパチンと。はいはい。やばい、ちょっと今の弱かったんですけど、ここから親指でグッて押して刃入れてからパチンですね。親指を使うのがミスなんや。そうですね、左手の親指は結構大事ですね。でくるっとしたらこおお。いつも向けてくれるかなと。これはこれで早かったね。これはこれでうん。いいと思います。でハまあサミのデメリットとしては両刃で回すからここが合えへん時があるんですよね。そうですね。ああ、そういうことか。もっと上手い方やったら多分一発でうんうんうん合わせはると思うんですけど、僕とかまだまだなんでここが合ってないから、はい。こういうところを後でカッターでちょっと綺麗にしたりとかは結構ありますね。これめっちゃ気になるからな。絶対飛ばすもんこうなったら。はい、でこういう人が怒られるっていうあるあるですね。スピードはあってもやっぱ綺麗さも大事ですね。こういう太いケーブルになると見た目も大事なんで。まあ TIC で隠れるけど、そうですね、まあどうかなっていうところか。一流とは言えないかなっていうぐらいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日はカッターも一回やってみますか。カッターもやったことないわけではないんですけど、うんうん。いつもこんぐらい出してカッターも使いこなせると。ハサミと同様に勢いよく回するな。僕はもう速さが大事かなと体がでかいから勢いよく見えるだけでもここはニッパーでいつも取りますね。ほうほう切り込みからでくるっと回して、はい。カッターの場合割れてしまうからナイフみたいにプリって向かれへん。そうですね。あー先は弱いですよね。左に弱いもんね。でもう一発同じですね。まあでも1回目でも相当入ってるんですけどね、カッターだと。うんうんうん。そうやね。ちょっと入るもんな。下も。これは強くっていうよりなぞるガイドっすよね、本当に。で僕いつもこれの時気ぃつけるんですけど、これ寄ってるじゃないですか。寄ってる方向にちょっと飛ばすっす。寄ってる方向に飛これレジンにね。そうそうそう。ああ、そうこの線の間に新線と新線の方向でこう飛ばしていくっす。新線と新線の。だからまっすぐ上がってないの分かると思うんですけど、これはい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 。新線沿いに飛ばしていけば、あ、そういうことね。斜めにこうねじれていってるんで、そうこですの間に狙っていくイメージだね。溝を狙ってるような感じだね。の方がなんか傷が入った時に目立ちにくいっていうのが僕の中であります。カッターだとそこまで気ぃつかなくて。そうですね。でも最後はまた同じようにニッパーでプリント取れるんですけどこっちの方がやっぱちょっと綺麗ですね。はい。こんな感じです僕は。じゃあ今日は電線講座ということで、まあ電線皮むきに迷ってるというか練習中の方とか、まあ今日の全てが正解ではないとは思うんですけど今いろんなね。道具あるんですけど、やっぱりナイフとかで基本の技はとりあえず身につけておかないと、うんうんない時ありますからね。そうですね。電気屋さんはナイフが一番ですよね。こうナイフ最近使う人少ないから寂しいんですけどね。まあでもハサミっていうな技もうん俺もやるときやるし、いろんなことを知ってたらいいかなと思いました。ということでこの流れに続いて結構皆さんがというか新人さんがつまずくスチールの電線の取り付け、これを次やろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。